皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はダンス基礎アップダウンの実践動画からレベル2のメニューを抜き出して解説していきます。アップダウンのリズム取りの練習として胸以外での部位だったりとか裏取りだったり、こちらの練習を置いてきぼりにしてしまうというケースがよく見られます。振り付けには頻繁に入ってくるけど練習不足を感じるなという人が多い技術をまとめてみました。ダンス初心者をクリアするためにも必要不可欠だなと思う技術ばかりですので、ぜひトライしてみてください。アップダウンのバリエーション総まとめシリーズではレベル別に練習していただき、より実践的に対応できるような技術を身につけていただくことを目標としています。全てを余裕を持ってこなせるようになったらスキルアップを実感できることと思いますので、ぜひコンプリート目指してトライしてみてください。おすすめ動画の紹介です。ダンスに関する質問に全力でお答えするコーナー Q&A レクチャーでは皆様からの質問をお待ちしています。その中からビートに対してのアプローチをレクチャーしている動画があります。音についての知識はダンスをやっていく上で絶対にメリットにつながりますので、ぜひ合わせてご覧ください。またアップダウンについてより詳しいやり方だったりコツだったりを知りたいなという方はアップダウンの解説各種動画ですごく詳しいところまで解説していますので、ぜひご覧ください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスをさまざまな角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでポチッとよろしくお願いいたします。それではスタートしていきましょう。5、6、7、レッツゴー。さあ、それではレベル2のメニューの方を解説していきたいと思います。初心者の卒業までにはここまではマスターしておいてほしいなという内容です。さあ、それではパート1と2では膝のダウンを応用していきます。斜めに膝頭を出していくようなこういう形になりますが、足の裏の使い方めちゃめちゃ大事になるので、別動画でちょっと参考になる動画ありますので見てください。膝の関節って前には曲がるけど左右に曲がらないし後ろにも曲がらないですよね。しかしながら股関節をうまく使うこと、そして足の裏をうまく使うことによって膝頭を斜めに使うことができます。ですのでこの時に膝を出すんだと考えるよりも股関節をグリッと回すんだのようなイメージでやった方がアクセントは取りやすくなると思います。さあパート1です。これに胸のアップを混ぜていきます。
ワン、ツー、スリー、フォー、このような形になります。これをワンカウントでワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。これができるようになると後ろ乗りも簡単にできるようになっていきますし、トゥループのようなこのような腰を張ったシルエットっていうのもマスターできるようになりますので頑張ってみてください。さあパート2です。パート2ではこの膝を斜めに出したところから胸のダウンを掛け合わせていきましょう。ここからこんな感じですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。これもかなり足のツイスト、ヒール等なんか使って移動する際に胸のダウンできるようになっておくと応用の幅広がると思います。さあパート3、4では腰のアップとダウンと言いましょうか、応用していきましょう。胸や膝だけでは取れないニュアンスを出すことができます。要は腰のアイソレーションプラス膝のアップダウンのリズムなんですけれども、アップをするときはこの中途半端な伸ばしたようなところで膝のアップを入れていきます。そうするとこのように腰のアイソレーション、まくり上げ系を使ってあげればアクセントが取れるようになっていきますので、腰でのアップと言ってもいいと思います。そして次です。腰のダウン、同じく膝を中途半端に曲げきらないで、中途半端に曲げたところでグッとアクセントを取るようにするのと、ここちょっと難しいところなんですけれども、お尻を反ってアイソレーションのように持っていってしまうとアクセントが縦に入る関係で腰を痛めてしまうかもしれません。ですので少し不安だなという方は真ん中ぐらいに留めておくように、まさに私なんかはここで止めるようにしていましたが、腰の筋力痛めないって自信がある方はこう前傾するところまで行ってもいいと思うんですが、ここはちょっと留めておくところで縦に上から縦に上から真ん中で留めるぐらいで収めてもいいと思います。要は大事なのはアクセントをしっかりと取れるかです。これそれぞれワンカウントですね。アップ、2、3、4、5、6、7、8。そしたらダウンもワンカウントで1、2、3、4、5、6、7、8。さあそれではパート5、6に移っていきたいと思います。裏取りに慣れていきましょう。裏取り、ビートをね紹介している動画でも詳しく説明していますので、そちらの方も参考にしていただきたいんですが、やること自体は膝プラス胸のアップ、ワン、ツー、これを裏にしたいのでワンでダウンの姿勢になり、エンドで上、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、そしてアクセントは当然裏になっていきます。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン。これがパート3です。パート4ではダウンの裏取りです。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン。慣れるまではワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、過緊張を起こしてしまうかもしれないんですが、だんだんエン、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 このようにエンドからエンドまでの間を山なりで音を感じるようにしてみてください。さあそれでは最後4つあります。腕と胸のアップダウンの掛け合わせになります。パート7ではアップのリズム取ってください。それに対して手を前、こっちでもいいですしクロスしてくださっても構いません。そしてエンド2、真横に出す。これを交代交代でワンエン、ツーエンループしていくのに合わせてアップ、2、3、4、5、6、7、8。これがパート7になります。パート8ではダウンのリズムに切り替えてください。ダウン、2、3、4、5、6、7、8とアップとダウンで準備の形に違和感が出る方もいらっしゃるようなので、この準備で真ん中にね手を持ってきますよね。この時にアップだったらダウンになるんだ、アップだったらダウンになるんだ、そしてここの準備ポジションのところでダウンだったらアップになるんだ。はい、この伸びていく方、伸びていく方、これの若干感じ方が変わってくるので、その感覚をつかむとやりやすくなると思います。さあパート9ではまたアップのリズムに戻してください。 L 字で出す練習をしていきましょう。そして少し体重も移動していった方が楽だと思います。シングルシングルダブル、これに合わせて L 字 L 字ダブル、エンワンエンツーエンスリーエンフォー。パート10に移っていきましょう。ダウンに切り替えてください。リズムシングルシングルダブルです。これに L 字 L 字
ダブル L 字 L 字ダブル。ここまでで腕の使い方2種類のループをご紹介しましたが、軌道をブロークンといって必ず拳が胸の前を通るやり方でご紹介しています。しかしこれをストレートといって腕を曲げないでやる練習ですね。ツンツクタンツカツンツタン、このように腕の使い方を切り替えて練習してもいいと思います。ダウンだったらこういう感じですね。L 字だったら内側から回すのがやりやすいんじゃないかなと思います。ダウンだったら今のように腕の使い方、軌道によって感覚変わってきますので、両方練習しておくといいと思います。さあ、それでは最後に1点補足させてください。リズム変化についてです。今回はアップとダウンの切り替えが8で行われていますよね。つまり表のビートでアップでアクセントからのダウンでアクセントからの切り替え、これをリズム変換と言いますが、止めたいカウント、今回は8ですが、そこで7、8をストップさせてからダウン。はい、このようにダウンでループしているところ8で止めたら次アップいきやすいので、胸の形はこのようにしてください。しかしながら腕はずっと同じアクセント、ループ、リズムキープしていますので、これを止めずにアップアップアップストップダウン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 アップとリズム変換できるように練習する。これも初級のうちにストップのリズム変換は練習しておくといいと思います。さあ、以上でレベル2のパートの解説は終わりにいたしますが、これいろいろカスタマイズのしがいがあると思います。初級ではいろんなタイプのことを想定して練習していく必要があると思いますが、まずは自分が理想としているダンサーの方が腕の使い方はブロークン使ってるスタイルなのかな、ストレートなのかなとか、ダウンが中心なのかなとか、真似をしてそれを掛け合わせて練習していくといいと思います。皆さんお疲れ様でした。レベル2のアップダウンのリズムトレーニングはいかがでしたでしょうか。裏取りって感覚が変わってしまうので難しいと感じる人が多いようです。ぎこちなくなってしまったり、リズムキープが途切れてしまう、ずれてしまうなんていう人も多いんじゃないでしょうか。この辺の感覚をつかむコツなどもご要望があればレクチャー動画作っていきたいと思います。部位別にリズムを取ることも、その場所場所で太ももで耐える筋肉も若干変わってきますので、お好みのシルエットを作ってその太ももの耐え方を鍛えておくのも重要だと思います。それでは簡単に復習していきましょう。膝と胸を両立してリズムを取れる練習をしました。腰のアップダウンを取れるようになって対応力を広げていきましょう。胸と腕の両立はより多くのバリエーションで練習していただきたい組み合わせです。それぞれで下半身の耐え方、使い方が変わってくるので、意識的にどう耐えているのか、使っているのかを考えることは重要です。おすすめ動画の紹介です。サクッとレクチャーというコーナーでは多くのステップや基礎ムーブをご紹介しています。クラブステップは腰のリズム取りと相性がいいと感じますし、トゥループなんかは膝の使い方がすごく重要なので、本動画の内容と掛け合わせるにはもってこいだと思います。またアップダウンのバリエーション総まとめシリーズではレベル別に練習していただき、より実践的な応用力みたいなところを広げていただきたいという狙いがあります。アップダウンの詳しいやり方やコツをさらに知りたいという方は、アップダウンの解説動画、各種動画ですごく詳しいところまで説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまでポチッとお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。最近体重移動についてより深めスキルアップしたいと考えているんですが、地面に足がめり込んでいく、そんなリズムの取り方が好きなんですけれども、その対極にあるポンポンと16ビートを取っていくこと、これを使い分けられないかなと頑張っています。もしよかったら皆さんも理想のスタイルってこんなだよねとかコメント欄でディスカッションできたら楽しいだろうなと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。